皆さんこんにちは、柳千佳です。本日2025年の5月の3日、ゴールデンウィーク真っ只中です。もう今年のゴールデンウィークは天気が良すぎて幸せの極みです。穏やかな日差しに部屋を吹き抜ける新緑の風。これをお出かけ日和と言わずして一体何というのかという感じ。しかし今回私は外には出かけずお家で一人過ごしたいと思います。今年のゴールデンウィークはずっと作りたかったものを作っていく、そんなお休みにしたいなと思ってめちゃくちゃ楽しみにしていたので、思う存分一人キルト合宿と称していろんなものを作っていきたいと思います。あとは未完成品というと聞こえがいいけど、要はずっと放置しているものですね。そういうキルトを1枚でも完成させられたらいいなって思ってます。まずはアイロン台の布の張り替えから始めていきたいと思います。これ動画でわかるでしょうか？シミ、色あせ、よくわからん汚れ、ひどいんですね。あともうゴムもベロンベロンです。これね、買った時の布が汚くなってしまって、一度自分で張り替えたものではあるんですね。でもそこから10年くらいは経ってるのかな。いや、こういうのは勢いが大事なので、やるぞと思った時にやる。それが大事。そんなことを考えながら、まずは布を選んでいきます。布選びって本当に楽しい。今回は机と椅子の足の色とのバランスを重視して布を選びます。使わない時はここに立てかけてインテリアの一部にしたいから、足元が華やかになるような大柄の布にすることは決めていました。オレンジのキャベツ柄がいい感じではないでしょうか。オレンジと家具の足の色がうまくなじみつつも、赤紫がいいアクセントになっている気がする。この布に決めました。押し入れに平ゴムあったはずと思って探してあったんですけど、これだけしかない。長さがもう全然足りない。というわけでダイソーにお買い物に行きます。ついでに無印良品にも寄ってカレー買っちゃいました。今夜はカレーですね。それでは気を取り直して作っていきます。まずは古い布やクッションを取り外します。この古いクッションがめちゃめちゃ重要。古いクッションと同じ大きさになるように新しいクッションを切っていきます。今回使用したのは山崎実業のアイロン台用フリークッション S サイズ、Amazon で1000円ちょいでした。手持ちのアイロン台に合わせてハサミで簡単にカット OK です。新しいクッションに古いクッションを重ねたら、チャコペンで印をつけていきます。印をつけたら線に沿ってカット。以前のクッションが固めだったのでちょっと柔らかすぎるかなという感じもする。まあそのうち慣れるかな。クッションをカットし終わったら次は布をカットしていきます。今回私はクッションより10センチ大きめに布をカットしましたが、正直8センチくらいでも良かったかなと思ってます。なんでかっていうと、今回使った布が以前の布より薄くて伸びやすかったからこれにつきます。予想以上に伸びてしまってアイロン台の足をしまう時に若干邪魔っていうね。これは次回への課題ですね。いろいろ試行錯誤。でも自分でああでもないこうでもないって言いながら作るのが結局一番楽しいんですよね。というかその過程こそが手作りの醍醐味な気がする。はい、カット完了です。夜の8時51分です。もうお腹空きました。ペコペコ。続きはまた明日。
よし、今日はここまで寝ます。まずは布の端がほつれないように剥がり縫いしていきます。ちなみに本日も快晴です。普段起きてない時間に起きてるので眠い。仕事の日はいつもギリギリまで寝てしまうのに、休みの日だけ早起きできちゃうのはこれなんでなんだろうっていつも思う。今日はちょっといかねばならぬところがありますので、それまでには仕上げようと思います。いい感じではないでしょうか。カラフルな布は私の元気の源です。平ゴムを通す部分を縫うためにアイロンを使って端を折っていきます。何センチ幅で折るか迷うところですが、私は今回 8.5 ミリ幅の平ゴムを使うので、平ゴムが通る部分がだいたい1センチプラス縫い代が必要かなと思って端を2センチ幅で折ることにしました。ちなみにアイロン定規がなくても普通にこんな感じで工作用紙でいけます。次回はもう少し太めの平ゴムを使いたいので折り幅も変えていくと思います。カーブの部分はひだになるように折ります。綺麗に折れなくても最後ゴムでギューッと絞っちゃうので全然問題ないです。もうあれこれ考えるよりとりあえず作ってみようの精神です。やり直しは何度でもできますから。アイロンが終わったら端から1センチくらいのところを縫っていきます。ラストスパート、あとはもうひたすら無心で縫うだけです。最後に平ゴムを通すのでゴムの通し口を残すのを忘れずに。だいたい3センチくらい開けておけば大丈夫かな。ここから平ゴムを通していきます。ゴムを通したらアイロン台本体へかぶせていきます。中心がずれないように調整をして、シワが寄らないように軽く引きながらかぶせていきます。伸びやすい布はこの最後の段階で伸びてしまうんですよね。なので布選びの段階から次回は注意したいと思います。最後ゴムをぎゅっと引っ張ってほどけないようにしっかり結んで完成です。We can take this ride
世界に一つだけのアイロン台ができました。いろいろと本当に反省点はありますが、可愛くできて嬉しいです。また時間があったら今度は布を少し小さく切り直して足にかからないように作り直すかも。でもとりあえずの使用には全く問題はないし、何よりアイロン台一つで部屋の雰囲気を変えることができて大満足です。はい、お昼過ぎです。次はティッシュカバー作ろうと思います。さっきお昼ご飯食べながらいろいろ動画とか見て、なんとなく作り方把握しました。ティッシュカバーは2個作って、1つはおばにあげたい。なのでうまく作れるといいなと思ってるところです。もはやいつ買ったかも覚えていない大昔の布を引っ張り出してきました。3時からおばといとこと一緒に施設にいる祖母に会いに行くので、あと1時間くらい頑張って作ります。さて、まずは布をカットしていきます。本体用は縦28センチ、横32センチ。プラスで持ち手用に縦12センチ、横6センチ。私は2個作るので、それぞれ2枚ずつカットします。左右両端を三つ折りにして縫って、開け口部分はねじれたような感じで、上と下で手前にする布を変えるのがポイントらしいです。本体の上下を縫い閉じる前に四つ折りにして、両サイドにステッチをかけた持ち手を挟み、本体に2センチのまちを取ってクリップで仮止め、最後に上下を縫って完成。最初に布さえ正確に切ってしまえば、あとは折ってまっすぐ縫うだけ。向きのある布はカットの仕方で表情が変わるので面白いです。今回はストライプとボーダーの2種類作ります。濃いめのオレンジっぽい色か茶色の糸で縫いたくて今探しています。ただこの収納法だと糸の色がすぐにわからないので、私はいつも常に何かを探している、そんな気がする。エンジでもいけるかな。目標というほど大げさなものではないけれど、今年2025年の自分の中でのテーマみたいなものがあって、それは手作りのインテリア小物を増やすということです。壁掛けのタペストリーのような純粋に装飾目的のものから、今回作っているティッシュカバーやミトン、エプロンといった実用的なものまで、この狭くて古いなんてことない平凡なアパートを自分の好きなものでいっぱいにするために、とにかく手を動かしていく、そう決めた、そんな2025年です。私は小さい頃から生粋のインドア派で、外で遊ぶとかスポーツをするとかいう発想がそもそもなく、とにかく家で本を読んだり絵を描いたりするのが好きでした。大人になってからも好きなものって基本的に変わらないから、相変わらず本を読んで絵を描いていろんな言語に手を出して、基本的に多趣味なので1日24時間じゃ足りない。でもやりたいことがたくさんあるっていうのはすごく幸せ。パッチワークキルトを始めたのは大学4年生の時です。卒論書き終わって授業もないし、
とにかくめちゃくちゃ暇で、何か新しいこと始めたいと思って本屋さんに行っていろいろ見てる時に、これいいなと思って買ったのがこちら、鷲沢玲子と服部真由美のシンプルキルトという本でした。この本は今でも私のバイブルで、折に触れて読み返しているものです。その趣味を始めるにあたってきっかけとなったものとか本って、やっぱりどれだけ時間が経っても大切なものというか、あの頃の記憶も呼び起こすし、それは思い出であり、これからの道しるべでもある。でも正直、自分がこんなにも長くパッチワークキルトを続けることになるとは当時は全く思ってはいなかったです。それだけパッチワークキルトというものが奥深いというか、多分これからもずっと大好き、ずっと何かを作り続けると思う。好きという気持ちは、最大の原動力ですから、これが好き、こういうことしてる時の自分が好き、そんな気持ちに嘘をつかずに毎日を過ごせるように、自分の感情が動く瞬間を一つ一つ大事にしながら前に進んでいけたらなって思っています。さて、動画ではティッシュカバー完成目前です。最後にほつれないようにかがり縫いをしてティッシュカバーの完成です。表に返すとこんな感じ。この太陽の下で輝きながら育つオレンジみたいな感じがすごく好き。どっちがいいかおばに LINE してみようと思います。美味しそうだ。いただきます。5月5日、一人キルト合宿3日目です。こんなに気持ちいい晴れの日が続くと、洗濯を干すのすら楽しい。昨日の夜、1と2どっちが好きっておばに聞いたら、1でお願いしますって返信来たので、ストライプの方1をおばにプレゼントします。確かにストライプ可愛いんですよ。布をカットした時は正直ボーダーの方がいいなって思っていたけど、出来上がってみるとどっちも同じくらいいいじゃんって思った。たくさん使ってもらえたら嬉しいです。こういう風にマチがあって、で持ち手もちゃんとあります。ちなみに壁にかけるとこんな感じ。やっぱりストライプの方可愛いですよね。机の雰囲気とも合っていてよし。赤がティッシュケース、されどティッシュケース、また自分の部屋に好きなものが増えました。そして一人キルト合宿は後編へ続きます。